こんにちは。異常のある私の S22 ですが、あることを見直すことにより、低速域でのノイズ・振動がほぼなくなりました。ピリピリとした小さな音はしますが、以前のようなひどい音と振動はなくなっています。一体何を見直したというのでしょうか。それはメインボードの取り付けです。メインボードのヒートシンクにあたるネジの締め直しを行い、再度組み立てを行いました。これによってひどい音と振動は軽減されました。私は原因はホールセンサーにあると思っていたのですが、メインボードに何らかの異常があったために、命令系統からモーターに異常な指示が出されていた結果、あのような症状が出ていたというのでしょうか。そうするとメインボードのヒートシンクの取り付け具合によって製品に大きなばらつきが発生してしまう恐れがあります。そうなるとメインボードの取り付け方法についても注意点や厳守事項などを事前にアナウンスしておく必要があるでしょう。しかし厄介なのが、前回の異音と振動については全く再現性もないため、本当にメインボードのヒートシンクの取り付けが原因とは特定しがたいところなのです。これで全ての問題が解決したわけではありません。まずはテストライドの様子をご覧ください。車体が縦に振動しているのがお分かりいただけるでしょうか。この縦振動が体に伝わり、膝なども細かく振動していることが見て取れます。別のアングルでも見てみましょう。特に赤色のバンパーが縦に揺れていることがよくわかります。これは俗に言うウォブリングではありません。ウォブリングは横振動であることと、 S22 はブレーキング時にもウォブリングを起こさないため区別がつきます。低速域で一定に走行しても、ペダル付近を見ていただくとお分かりいただけるように、周期的に縦揺れを起こしています。目視で確認していると、走行中にタイヤがブレているようにも見えます。このため、原因はタイヤの取り付けか、タイヤ自身にあるのではないかと考えました。このことからタイヤの交換を行うことにしました。今回使用するタイヤはティムソン TS622 になります。メインボードを交換した時のように、モーターケーブルまでをメインボードから取り外していきます。サスペンションハンガーとバッテリーカバーを留めているブラケットのネジを左右とも取り外していきます。
サスペンションハンガーには表裏でピボットとネジで留められているので、これを両側からレンチを入れて外していきます。外した際に1ミリほどの薄いワッシャーも一緒に外れますので、それをなくさないようにしましょう。ブラケットを取り外せばバッテリーとモーターが分離できます。F18 以上にシンプルな構造になっています。今回はタイヤを交換するためですので、中心のモーターとスライダーを止めている片側4本のネジを取り外していきます。本来ならばヒートガンを使い、ネジ周りを100度近くまで温めてからネジを取り外すと、より取り外しがしやすくなるとのことなのですが、ラチェットレンチのテコの力だけで容易に緩めることができてしまいました。スライダーを外せばすでにタイヤを交換できる状態までになりました。フェンダーの部分も S18 に比べて随分簡素になっており、整備性も向上していると言えるでしょう。次回はタイヤを交換し、元の状態まで組み上げ、テスト走行を行う予定です。それではまた。